前と一緒には帰るんだ。俺がずっと。哦不，不要回山上。やっと君と友達になれた。他好不容易找到了归属啊，这应该是什么 Master 的剧情吗？入れるところめっちゃ臭いもん。新しいの。よしき、調べ物はもう終わったんか。まだや。もう少し本借りるけど。好きなだけ。佳纪真的在研究怪兽呢。夏休み楽しみにしすぎかよ。ちゃうの。腕の具合はどうなん？まあまあ治ってきとる。部活はまだ休んどるけど。夏休みやのに部活できやんの気の毒やな。ばあちゃんもいまいち元気ないし。朝子さあ始める。画的好啊。こんな顔するか。てか、ヒカルはまだ来とらん。遅刻すんで、ヒカル。皆さん、おはようございます。はい、今日は令和2年4月。それでは校歌斉唱。别呀，希卡鲁不是要告别了吧？别这样，别这样。式サボっとってずるいの。クソしとったって言えば許されんで。我好喜欢他这样子很皎洁的眼神。お前か。今日は武田さんに話があってきたんすよ。脳抜き様ね。あれ。最初から存在してないんです。就是他们的臆想。この村が作り上げた架空の神ですよ。肯定啊。就像希卡鲁爸爸死前说的那样，而且希卡鲁的爸爸等于说就是被害死的。僕が何とかする予定なんで、うまくいけば村人全滅は防げるでしょう。虽是人类自己在自我灭亡吗？だから夏休みやね。宿題やる？私は最初の1週間で終わらせてまうで。ゆうちゃんはいつも最終日に泣きながらやっとる。俺もちゃんとやろう。勉強楽しいし。あのさ、やっぱり光やないよね。一个站在光，一个站在阴影里。Asako 这样也很勇敢啊！我的天哪！そういう俺に直接言わん方がええよ。あ、ほやろ。言わんよ、誰にも。光が光やないの怖いし変や。
よしきがそれでもいつも通りにしとるのも変。私にはできやん。なんか全部が変や。でもね、なんでか今の光のこと全然嫌いになれやんの。朝子の耳壊してしもうたのに。そうやそうや。あん時はごめん。朝子にはもう何もせん。真的就这样全都说开了。誰も殺さんってのも。本当に人やないんやね。なあ、光はどっかで生きとったりしやんの？しやん。もうこの体したいやね。そっか。なんとなくそうやろな。そっか。光はこうやってみんなに悲しんでもらうべきやったんや。俺がおるから誰もこうやって悲しまへん。それは光の願い通りやけど、もし俺がおらんかったら、よしきはみんなと一緒に悲しんで、今より。他家计有一个小墓留给希卡鲁的。他真的要想离开了。这个表情我真的会心碎，好吧，我真的会心碎。カオルちゃんもはよお嫁さんになって元気な赤ちゃん産まんとな。まだ学校行っとらんのやって。はい。無理していかんでも女の子やしな。よしきは彼女おらんのか？真受不了了。どんなにモテやんぞ。いや。光、どうしたん？よ、今から出かけ。哦，这实景儿，哦，这就异地里的时候。ごめんな。何回お前に殺されかけたと思うとる。今更なんともないわ。いちいち気にしてられんわ。俺もお前んことさしたし、お互い様や。佳姬还在安慰他，安抚他。今日誘ってくれて助かった。親戚？あ、ママおったら。真的会窒息，再长大几岁更窒息了。居場所に執着する気持ち、ようわかる。俺にも居場所があるはず。天呐，这真的有一种就是两个世界的那种混合感呢，感觉就是边界已经模糊了。これんする。あ。から浮き輪って言ってたよ。ほんまにそれでええん？いや、一番可愛いなって言うとったし、ぴったりやろ。并不可愛。めちゃくちゃ邪魔や。空気抜いて畳めばいい。なんかかわいそうやろ。オオサンショウウが。佳姬。カオルプール行く友達できた。よかったな。哦，他也是交到了朋友啊。お前さ、能
ぬき様やった頃の記憶はないん？あるはずなんやけど、なぜかずっ所以如果不许闹大人不存在的话，希卡鲁到底是什么样的一个存在呢？と叶えるって話。何でも願いを叶えてやれる気がする。ビッグマウスやな。本当に何でも。ええよ。但应该确实是要有代价的。ぬき様のことが分かってもさ、肝心の汚れをどうにかする方法が分からん。なんとかせんと。村も町も。あのスケッチも一体、次から次へと分からんことが出てくる。いや、そもそも。屋敷、見て。ダンス。だいぶ慣れ。已经不怕他了。哦，あとちょっとやったな。あいつ、チュール目当てが意外と力強え。なあ、こんなとこでずっと考えとってもしゃあないで。今から海行かん？一回くらい見ときたいね。之前就约定好的，我的天呐！别这样，别这样，别搞！すげえ、でっか！希卡路也有可以一起约到海边的朋友呢。おい、行くね。哦，おい、ズボンがびしょびしょになるやん。塔纳卡要来了吗？いや、今の。海行く約束、ちゃんと果たしたな。朝子やマキやユウキは今、何しとるかな。さあ、合唱コン出やんくて、怒ったりしとったかな。もし出とったら、楽しかったりして。歌詞のさ、この胸を踊らせる未来こそ今ってとこが熱いやん。他静かに歌う引き寄せてごらん。歌詞他们合唱那个曲子真的很打动人，我觉得。去去った花見は戻らなく欣慰的眼神。戻らせる未来こそ今。これは死に際の光の誰も悲しまなければねえのに、ヨシキを一人にさせたのに、そういう願いを叶えたからこうなった。佳姬也不想希卡鲁孤单啊！その願いは多分果たせやん。别呀！山に戻ろうと思うね。最近ヨシキを襲ってしまうのはさ、多分俺の本性が出たからやね。自分の空っぽな部分を埋めたくて魂が欲しくなる。人にはようわからんよな。もともとこういう存在なんやと思う。人もたくさん殺しとるし、また殺してしまうかもしれん。でも屋敷は殺したないから。ちょっと待て。俺が山に戻ればさ、ヨシキが生きてる間くらいは平和になるはず。は？無理やろ、あかんやろ。あのために必死で調べて。
バケモンはおらんくなって、お前は光の死を受け入れて、人として生きていくんや。めでたしめでたし。お前ここにいたんやろ。そうやないの。俺に渡した半分はどうすんの。知らへんお前が簡単にその体から離れられんのか。それはわからん。ほら結局具体的なことは決まっとらんや。そんな無計画な話に乗れんわ。でもそれしか打ってないやろ。何が正解かもわからんけどさ。そんなことまで覚えんでもええわ。涼しいままで俺や。再多依赖他一点啊！さ、聖火が好きやったけど、俺はあいつが一番好きや。しかもガチガチくんやなくて、パピッコな。佳纪已经明白他们是不一样的。あと映画も、つまらん映画なんて一つもなかったわ。ヒカルは勉強嫌いやったけど。他也会流泪。まあ、できへんのやけどな。俺はさ、ヨシキとおるの、ほんまに楽しかった。お前にとっては、ヒカルの代わりやったかもしれんけど、こんな俺に、たくさんの本をくれた。俺は、ヨシキが大好きだ。哦，大好き。この気持ちは、恋でも友情でもないんやろな。きっと、人間のどの感情ともちゃう。それでもさ、ちゃんと、俺の気持ちやで。他是有情感的。俺の。違う。そうじゃなくて、バケモンは息がしづらくて、俺や自分自身をずっと隠してきた。やからこいつが救われて。是互相的一种救赎。お前とおると俺も救われるから。結局ただのエゴやん。俺はヒカルのため、村のためって責任転嫁してだけになって、結局全部自分のためやんか。よしき、今までありがとうな。違う。代わりとかちゃう。お前諦めとるだけやろ。前向きにとか今さら押し付けてくんな。ヒカルの選択は何もできるってない。お前のためにどんだけ頑張ってきたと思っとんねん。要一起继续寻找方法、办法。俺やって帰りたないわ。バケモンはおらんくなって、めでたしめでたしもって。何のために今まで。いやいや、だから他并不是为了一个替代品在努力，他就是在为了希卡鲁，现在的希卡鲁。バケモンから解放されて、お前にとってもええことやろが。ああ、完了もうバケモンや。あれやんくて、全部ただのエゴでも。いっつも本当の自分をバレやんように隠して生きとる。ヒカルが人殺しややとしても前とヒカルと一緒に。哦，一緒に。不是为了村子，不是为了其他人，就是为了他自己。他就是自私的想让希卡鲁留下来。いや、そうやったんか。哦，这个抚摸头。今さらや、そんな。いや、哦，这个虔诚的感觉。
きやな。哦，好像这个摸头杀呀！天呐，这就结束了吗？那他那卡怎么那个啊？好突然！完了，都完了。这一季结束了，下一季什么时候来呢？什么时候端上来？我天呐，他们之后肯定跟他那卡会有大战。我觉得最后在海边这一段真的是太妙了，我太喜欢了，真就完全把两个人这种关系，本来是这种守护和被守护者，类似于这样的关系，升华成了类似于互相的这种共沉沦嘛。就像佳纪所说的，他在希卡鲁身边，自己也被拯救了。这种双向的救赎真的是非常的好品吧，尤其是从这个佳纪的心声里就能看出，就是他也从就跟希卡鲁的这个相处中变成了一个不再平凡的少年，在这样一个被封建秩序所笼罩的村庄里，在拯救希卡鲁的同时，他也拯救了自己，和这个希卡鲁的羁绊，让自己从平凡的少年变成了一个也是能为自己而活的一个自私的异类吧。就像他所说的，那我也是怪物。就一方面就是最后的在海里像是跟希卡鲁进行一个告白，互相的告白，但是我觉得也是一个自我心声的承认肯定吧。而自己想留住希卡鲁也并不是因为他是什么替代品，而是他就是需要希卡鲁，并且佳纪所说的我也是怪物，其实也是打破了他人和就是非人事物的这个边界吧。他已经不在乎希卡鲁他是不是杀人犯，伤害过多少人，他就是想要跟他一直在一起。他怎么不算是也为了希卡鲁，就是也为了自己的私心而抛弃了这些人类社会道德的类似于善恶的标尺呢？在佳纪认识这个希卡鲁之前呢，他们就是这些年轻一辈儿的，就是这些小孩儿，包括就像这一集佳纪的妹妹，他们都是被赋予了这个既定的一条道路吧，就是他们没有自我，没有选择权，他们的这些人生的选择都是被这个村落所规定的吧。要什么时候结婚，谈什么样的女朋友。希卡鲁的出现也让他不再去盲从这些村落的按部就班，他也直面了自己的欲望和自己的私心吧。我觉得就是其实愿意去面对这样子不普通非常自我的自己，其实也是需要很大的勇气的，而无疑佳纪的勇气就是希卡鲁所带来的。而且他的这一番话也就是否定了希卡鲁他所自己现在认为的我在拖累佳纪，我会伤害到他。佳纪的话其实就在告诉希卡鲁，你以为是你在保护我，其实呢你是在拯救我吧。我觉得就是这样子，双方去填补互相的残缺，就是不管是希卡鲁他自己本身的这种空洞，还是就是佳纪他曾经所缺乏的那份自我，他们这样互相的补足，这样才仿佛真正成就了他们自己彼此完整的一个个体吧。希卡鲁因为佳纪，当然也因为他的这些同学们没有那些情感温度的非人之物，也变得有这种情感温度和厚度。他也会为他人流泪，他也会在阿萨口流泪的时候为他擦去眼泪，他会想着他们，在乎着他们。而佳纪呢，他也拥有了自我，不管是自私还是叛逆的那种感觉，他变成了一个敢爱敢恨，敢于去奋起反抗的一个异类。我也很喜欢希卡鲁在大声表白佳纪之后呢，也承认说自己的这份情感可能不是爱情，不是友情，可能跟那些人类的情感都不太一样，即使如此，这也是自我本身的一种情感。这份羁绊它从来不在人类的这种情感的框架里或者体系里吧，但是我会觉得这样反而比爱情或者友情或者这些标签化的这种情感更加的深刻，或者说是更加的极致吧，就是互相为彼此最终这种命运或者说是归属的宿命连结吧，就是我需要你，我要你在我身边。它非常的反常识，不像我们普通会觉得说是同类相互吸引，他们反而像是异类相互吸引，这真的是很巧妙。纵使他们如此
如此的不同，但是他们互相都想留在彼此身边，即使希卡鲁的言语中带有一丝就是笨拙的不确定性，但是他却非常无比的动人，毕竟他也没有说想去试图去模拟一种就是人类的告白或怎样，这就是来自于他的属于这个希卡鲁的非人的第一次发自内心的一种声音。我觉得他们这样一份情感就是也打破了很多的常规或者说是枷锁吧，就是他这种情感的本质他就是不需要去定义的，就是非常简单直白的我遇见你，我离不开你，他可能不符合任何世俗的一种标准，但是他们这样的情感就是属于彼此的，或者说是只属于他们两个人的。虽然能感觉到接下来肯定会危机重重嘛，又包括塔纳卡已经完全锁定了他们，而且就是接下来可能村庄的其他的故事也会再揭露，毕竟塔纳卡已经非常直截了当的说这个曲脑大人就是不存在的，非常期待接下来的故事了。虽然漫画我都已经要买了，但是呢我还是会就是先不看漫画，等着它动漫出来吧。那这一视频到结束啦，非常感谢大家陪伴我这一集，我们下次再见啦，拜拜。